Bienvenue à Kitano, l'un des quartiers les plus charmants de Kobe. Au XIXe siècle, de nombreux étrangers s'y sont installés, emmenant avec eux leurs traditions culinaires, parmi lesquelles le café et le pain. Vous trouverez aussi des chaînes internationales qu'on trouve un peu partout dans le monde. Venez plutôt au café Nishimura. Aujourd'hui, je suis avec Eriko qui me reçoit à Kobe dans son café préféré. Bonjour Eriko. 日本語教師をしています。エリコです。神戸が出身なので神戸が大好きです。ここはなぜおすすめにしました？ここはすごく古くからあるんですけれども、以前は会員の方だけが入れるお店だったんですね。震災、神戸の大きい地震がありましたね。震災以降は誰でも入れるようになったんですね。だから私たちのような普通の人もケーキやお茶を楽しめます。ちょっといただきましょうか。いただきますね。いただきます。美味しい。どこでも住めるから、なぜ神戸？神戸ね、多分神戸は特別なところなんですけど、多分ちょっと国際的な感じがする。今はね、観光客の人が多いから、外国の方がいっぱいいるのは当たり前なんですけど、昔から海外の人がよく住んでるんですよね。ヨーロッパの人とか中国、韓国、インドの人もいっぱいここに長く住んでる人がいるので、昔から国際的、その雰囲気が好きかなって。コスモポリタンな街。そうだね。素晴らしい。それが理由かな。冷めないうちにどうぞ。はい、いただきましょう。ケーキをさ、ケーキはすごく美味しそうだね。もうナイフで食べるってなかなかなくない？ね、確かに。いただきます。美味しそう。YouTube のチャンネルの名前は何ですか？エリコ塾。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 来てください。ありがとうございます。そうね、神戸は神戸っぽい。歴史もあるし。神戸っぽいっていうのは外国のことが見える。そうね、昔からいろんな国の影響を受けてるっていう感じかな。ちなみにね、日本で初めて喫茶店を始めたのは神戸。あとはコーヒー、映画、ジャズ。映画もみんなで映画を見ようっていうイベントを初めてやったのは神戸なんだって。だから結構外国の影響を早く取り入れて、ここから広がっていった。パン、ブレッド。パンね。そう。神戸は日本で一番たくさんパンの消費量が高い。消費量が高い。だから日本で一番パンを売ってるし、みんな食べてるから、私東京に住んでた時に仕事が終わって駅から家まで帰る時にパン屋がない。東京でコンビニとかのパンはパンじゃないの？パンじゃないよ。ちゃんとパンの焼けるいい匂いがするパン屋さんが、駅から家までに一軒もないと思って、それすごいストレスだった。それはちょっと神戸を離れた時に、パンとかケーキとか、やっぱり喫茶店も多かったと思う、昔から。確かに。逆に私にとってはもう東京って外国みたいな感じ。私もそう思ってる。東京に行く時って私がなんか外国人みたいな感じ。外から来た。外国の旅行ね。外国旅ね。確かに。そうだね。パスポートが必要ね。そうね。なんか日本の地元の店とか地元の人っていうのがすごい少ないと思う、東京って。地域によると思うんだけど、大阪、京都、神戸でまだこの昔からある建物とか、昔からやっているレストランとか喫茶店とか、本当カフェじゃなくて喫茶店ね、ああいうのを見つけやすい気がするかな。そこは違うよね、東京と関西は。次はどこに行きますか？チャイナタウン、南京町
しています。南京町。なぜに神戸に南京町あります？ La communauté chinoise de Kobe, principalement originaire du Canton, s'est installée à Kobe dès 1868. 神戸モスク、さすがに神戸は、もう一回言うけど、すごく日本の一番古いモスクな気がする。あずりしてる？知らない。一番美味しいピザリア。これ。あ、これか。これはあずり。ナポリの伝統食。うん。まあ神戸はそういうね、国際的な料理も。なぜ日本語の先生になろうと思った？ちょっと偶然なんですけど、本当は小説家になりたかった。あ、小説家？そう、小説を書きたかったんですね。面白い。うん。その時に大学に行けなかったんですよ。行きたい大学に。で、どうするってなって、母が言語ができたらきっと仕事はあるって言って、日本語学科。じゃあ思ったより日本語を知るのが楽しい。思ったより。もうすごい楽しい。一回もやめようと思ったことがないくらい、私が日本語が大好きなので。そうだね。マジック。マジックです。なぜ日本語がマジックですか？まあ日本語って母音がね多いんですよ。あいうえお。それってすごくパワフルなんですね。ということで何か言葉にすると実際に起こるっていう力があるんですね。それは多分どの言葉もやっぱり何か言うと、いいことも悪いこともすぐに現実になる。なるほど。日本語を上手に使って、皆さんがいい方向に進めるようになると私は信じていて。私も日本語喋ってからもっと良い人になった気がする。でしょでしょ。もともといい人だけどね。そうね。もっとでもさらに良い人になれるは間違いなく。確かに。だからもし日本語を勉強したかったらぜひエリコ先生。ぜひエリコ塾に申し込んでください。申し込んで。神戸の良さは何ですか？一言で。神戸はですね、実は日本にある港の中で一番古いんですよ。世界に初めて開いた港があるので、だから海外の影響を一番最初に受けた町だけれども、伝統的なところもちゃんと残していて、それがうまく混ざってる。そういうエキゾチックだけれども日本の伝統的なところもあっていいとこです。そう、エジソンも来たことあるんですよ。トーマス・エジソン。光の人？そうです、電気の。トーマス・エジソンが来たのはまず神戸の港に着いて、そして京都に行ったんですよ。そうなんです。すごいでしょ。すごい。神戸すごい。ほんまに。神戸の人が何か特徴ありますか？なんかいろんな町に住んでみて、神戸に帰ってきて思ったことは、みんなファッションが綺麗。おしゃれやね。確かに。なんかあんまりビーチサンダルとか履いてないでしょ、街の中で。確かに。なんか汚い T シャツとか。今ビーチサンダル履いてる人。ちょっと待って。冗談。ちゃんと綺麗な格好してお出かけしようって思うのが神戸かな。そうだね。もちろん関西弁って京都の人も大阪の人も和歌山の人も話すんだけれど、神戸の人のなんていうのかな、神戸の関西弁ってちょっと違うかなって思う。This is Chinatown。すごいね、綺麗でしょ。ライトアップされて。綺麗。À partir de maintenant, on est arrivé à Nankin-Machi dans le quartier chinois et on va manger chinois. On va s'immerger dans la culture chinoise de Kobe. すごいな。すごい人気。何時間ぐらい待つんだろう。並ぼう？いや、並ばない。嫌でしょ。今ね、40分ぐらい待つらしい。ここに。ここに大体、ここね。すごい。Donc Nankin-Machi, c'est l'endroit parfait pour se dépayser un petit peu, faire un petit voyage en Chine quand on est à Kobe, quand on est dans le Kansai. なんか日本って外で立って食べない文化じゃない。でもここはみんな立って食べるからすごいよね。そう。今年で南京町ができて。生誕156年目です。OK、wow。昔から中国から来た人が
Malgré sa destruction totale pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté chinoise de Kobe a reconstruit Nankin-machi telle qu'elle. 綺麗。神戸牛あるよ。神戸牛ある。神戸南京牛の町でも神戸牛ある。神戸牛は神戸の人食べないでしょ？そんなことないよ。食べる？ちゃんと一年一回神戸牛の。でもお客さんが来るときはやっぱり神戸牛食べたいなって言うから。小さいビコベ見つかった。これね。だから神戸すごいよ。そうよね。こんなコンパクト町でいろいろな文化が栄えてる。うん。それはすごい素晴らしいね。そうね。楽しめるかも。そう。ちまきだ。ちょっとだけ食べる？何を食べたい？まあ豚まんとか。あ、シコーロー。豚まんの店？ああすごい。Une maison de 70 ans. すいません。豚まんじゅう2つと。豚まんって言ってます。豚まんね。うん。 Voilà, c'est l'heure de manger. Bon appétit. C'est quoi? マスタードです。Ah, de la moutarde. これ好きだね。うん。めっちゃ辛いやつ今。私はこれで食べます。私はこれなしで食べます。すごいジューシージューシー。ジューシー。わーお。ー。美味しそう。美味しそう。これちょっと皮だけだけど美味しそう。ふわ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 。ふわふわいいね。いただきます。はい。ソルティでジューシーで美味しい。次は餃子です。めっちゃ美味しそう。食べましょう。お土産もらいました。ね、美味しかったから家でも食べよう。ありがとう。嬉しい。明日の昼ご飯また食べれる。嬉しい。嬉しい。Merci beaucoup, Eriko. 今日はありがとうございました。楽しかった。みんな神戸に来てね。まあ今日はね、one day in Kobe って感じね。そうね。So today, with Eriko, we showed you one day in Kobe. What it's like to spend one day in Kobe. A normal day, a fun day, a nice day in Kobe. I hope you enjoyed the video. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir. Au revoir. À travers cette trilogie, j'ai voulu vous montrer le charme de cette ville, mais aussi l'authenticité et la générosité de ses habitants. Et vous, qu'est-ce que vous retiendrez de Kobe ?